はい、いや、気持ちよすぎるって。これで、ブラストレイン、ロボットモードになります。縮める、伸ばす。これがもう一番気持ちいいかもしれない。これで、ブラストレイン、合体状態になります。これで、ブラストクロー、装備状態になります。これで、ブラストレイン、光アンモードになります。はい。僕レビューしました。ブラストレイン。で、ちゃんとこれ、スタルケルおすすめマークついてますから、皆さん。はい。こんにちは。機関車のロボット大好き、スタルケルです。今回レビューするのは、こちらです。メタルカードボット S より、ブラストレインです。それでは見ていきましょう。ということで、来ましたね。めちゃくちゃ楽しみにしてました。で、今回の動画、案件動画となってまして、最後に、このメタルカードボット S ね、とか、韓国のおもちゃ、どこで買えばいいのかっていうのをね、やってますので、よかったら最後まで見てみてください。僕がね、普段使ってるショップなので、はい。いや、これ、マジでね、楽しみにしてました。というのも、なんか、すんごい合体をするんだよね。うん。ということで、はい。中身ちょっと見てみましょう。さて。はい。中身が、いや、めちゃくちゃ大きい。うわ。そしてメッキですわ。それでは、オープン。うわ。すごい。それでは、取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。ブラストレイン本体とメタルカードとあと説明書ですね。はい、こんな感じで入っております。それでは早速見ていきましょう。これ3両ありまして、戦闘車で、あと2つ。これは同じやつですね。ほぼ。って感じになってます。で、これ連結することができて、ここの後ろの部分ですね。はい、この連結器をこうやってね、くっつけてあげることで、このすべてをね、はい、連結させることができます。めちゃくちゃ大きいです。体感で言うと、この1両はグランドライナーくらいあるんじゃないかってぐらい大きいですね。555のやつね。はい。で、これが僕のアクリルスタンド10センチのね、やつなんですけど、僕のやつが1、2、3、4、5、6、60、70センチいかないぐらいですかね。全長。はい。めちゃくちゃ長いです。で、はい。この下見ると、コロがね、はい。めちゃくちゃありますので、はい。こうやってコロコロね、走らせることができると。で、もう密度感もすごくて、ね、重いのでね。素晴らしいね。いや、造形もめちゃくちゃ細かくて、はい。こんな感じの機関車みたいなね、見た目になってます。こういう車輪とか見ると。はい。で、こうなってて、メッキが使われてたり、クリアパーツがね、使われていたり、あとこの金色の塗装めっちゃ綺麗ですね。この黒いボディに映えますね。で、この目がついてて、ちょっと可愛さもあったりとかって感じですね。はい。で、こっちを見ていくと、はい。こんな感じで後ろにドアみたいな造形があったり、この横にもね、扉とか窓みたいなね、のがありますね。で、これも車輪が、はい、こうやってついているので、こうやってコロコロできます。はい。それでは、早速ね、変形させていくんですけど、まずは、これがね、ロボットに変形します。単体で。で、その後、この2両とさらに合体させることができます。はい。ということで、まずはこちらのね、変形やっていきましょう。まずは、ここのパーツを取り外します。で、ここ横開いてあげて、はい、畳んでこれを外すと。で、これはこのように取り出して、で、
こうやってあげることで、はい、武器にね、することができます。で、これを畳むと。いや、これね、気持ちいい変形がもう各所にありまくるんだよね。はい、このパターンとね、畳む、これもめっちゃ気持ちいい。はい。で、一旦これを、はい、このように下ろしてあげて、で、さらに、ここ、赤い部分も、こうやって、はい、持ち上げますと。そして、このように、はい、縮めます。これが足になるわけですね。で、次は、ここ行きましょう。この上の部分ね、分割してあげて、で、ここに、はい、持っていきます。カチッとね。で、そしたら、ここの横の部分、車輪がついてる部分を、このように開いてあげて、畳むと。で、後ろにワンクリック。はい。こんな感じでワンクリックしてあげます。で、ちょっと、はい。足開いてあげて、反対だ。こっち側にワンクリックですね。はい。してあげて、ここからこのパーツをね、取り出してくっつけてあげますと。そしたら、この体の部分、はい。倒してあげて、ここも倒します。で、ここをちょっとこう開いてあげて、で、こっち向きですね。にして、はい。腕を下ろして、はい。いや、気持ちよすぎるって。ここね。はい。肩出して、腕横に開いて、はい。ここスライドして、拳をね、出してあげます。反対側も、このように、はい。肩出して、拳出して、上げると。はい。で、そしたら、ここの足を、はい。はい。180度回転。気持ちいいね。はい。で、そしたら、ここのね、部分を、このように下に下げてあげて、で、頭上に持ってきて、回転させて、で、武器を持たせてあげれば、これで、ブラストレイン、ロボットモードになります。いや、めちゃくちゃかっこいいでしょう。これは。てか、デザインがもうめちゃくちゃかっこいいですよね。この車掌みたいな、この帽子をかぶっていたりとか、ここ、ね、胸にネクタイのね、ような模様があったりとか、ここがスーツみたいにね、なってたり、あとここ靴みたいになってたりっていう、こう、だいぶ車掌をデザインに落とし込んでるっていう、で、かっこいいっていう。これすごいよね。はい。で、可動もめちゃくちゃあるので、こんなね、はい、かっこいい立たせ方とかもできます。で、劇中でめちゃくちゃ言葉遣いが丁寧でね、子供たちがこのブラストレインに乗るんですけど、その時に乗ってこう遊んだりして、ちょっと合体してみせてよとかって言うんだよね、子供たちが。そしたら、仕方ないですね、一回だけですよ、みたいなこと言って合体見せてあげたりとかするっていう、なんかすごい、言葉遣い丁寧で優しいみたいな印象がありますね。はい。いや、で、ほんと可動がね、すごいんだよ。肘もこんな曲がるし、ね、この顔も柔軟に動くし、ここの腰のさ、この動きすごいよね。これ感動したね。はい。でもちろん、この腰も回るし、もう柔軟ですよ、全部足も。はい。いろいろ動かすことが、できますと。はい。いう感じですね。はい。それでは、こちらの、はい。2つの車両と合体ね、させていきましょう。で、これね、合体するときも、すごい、車掌さんみたいなことを言うんですけど、ご案内申し上げます。まもなく車両接続が行われますので、お客様はご注意ください。みたいなことがアナウンスされて、合体に入るっていう、なんか、キャラ設定から何からデザインから何からもう最高すぎるんだよね。はい。じゃあやっていきましょう。まずは、はい。これをね、外します。これがちょっと、はい。こうやってやれば外せますね。で、
これ畳んであげて、でこれ畳んだやつはなんとこれどっちだ、ここ開くと、はい、これ頭入ってますね。これをちょっと一旦取り出してあげて、こっちじゃないね、じゃあこっちですね。はい、こっち開いてあげると、はい、スペースがあるんで、ここにこのようにね、はい、収納しておくことができます。でこっちの頭はこんな感じで変形させることで、ヘッドドローンっていうね、ドローンに変形させることができます。面白いよね。これもちゃんとなんかビークルとして活かしてるっていう素晴らしい。はい、じゃあやっていきましょう。まずはじゃあこちらブラストレインの、はい、このコアロボからいきましょう。まず、こっち向きにしてあげて、ここの車輪を開きます。こんな感じで開いて、で、この腕ですね、これを、はい、こうやって曲げてあげて、で、はい、拳隠して、この横にね、くっつける場所があるので、ここに、はい、こうやってくっつけてあげます。で肩は閉じると。で反対側もこのように回転させて、肘曲げて拳隠して、で横に、はい、こうやってくっつけて、で、はい、肩閉じますと。でそしたら頭はこっち向きですね。この肩がさ、この腕のジョイントになってるっていう、これ面白いですよね。で肩のこの変形の可動を生かして、合体時のこの腕の可動にも生かしてるっていう素晴らしいです。はい。で次下半身ですね。これを、はい、回転させて、この灰色の部分を畳みます。で、はい、足ちょっと開いてあげて、ここにボタンがあって、ボタンを押すと、はい、ここを、はい、縮めることができるので縮めます。はい。で縮めてあげたら、ちょっと閉じてあげて、この後ろの赤い部分ですね、これを引っ張ると、はい、足首を前に向けることができるので、足首を前に向けます。そうするとこの足の裏、これが膝パーツになるわけですね。これ面白いよね。はい。で、これはこのままでいいのか。はい。でこんな感じで、はい、これで、合体準備状態になります。でそしたらあとはこれですね。これ実は番号が振ってあって、これ2ですね。はい、ここに2って書いてます。でこっち、はい、これは1ですね。はい。でこれをこの前後でパカッと、はい、分割してあげて、でいやここからね、変形気持ちいいポイントいっぱい出てきます。まずここ、はい、このスライド、これめっちゃ気持ちいいんだよね。はい、ここの部分を押しながらやると、こう縮めることができます。はい、こんな感じで。でスライドさせるっていう、これめっちゃ気持ちいい。はい。でここを押して、はい、ちょっと角度をつけてあげます。でこれがかかとになって、でこのつま先がちょっと、はい、こうやって取り出してあげて、はい、これで足ですね。はい。で次、これも気持ちよくてね、はい、まずここだね。これを回転させてあげます。合体ジョイントね。はい。こっちはダミーですね。でここを畳んで、はい、腕下ろしてあげて、はい、この後ろ側にもメッキ使われてるっていう、これすごいね。で開いてあげて、拳取り出して畳んで180度回転。はい、こんな感じです。でここから僕が一番好きな変形、ここ縮める、伸ばす、これがもう一番気持ちいいかもしれない。これ、はい、縮める、伸ばす、はい、これがもう最高ですね。はい、でメッキがあってめっちゃかっこいいです。で OK ですね。で反対側も同じく、はい、これ分割してあげて、でちょ
ちょっとここ、せっかくなんでやりましょう。ここをスライドして閉じると。はい。で、かかと出して、はい。ここのつま先出してあげてと。はい。これで足 OK ですね。で、こっち側も畳んで、腕を下ろして、拳をこっから取り出して上げまして、閉じると。はい。で、回転。で、閉じる。はい。伸ばす。はい。で、あとここか。はい。で、はい。これで腕になります。で、あとはもう合体させていくだけですね。はい。ここ、足ね。ここにスライドさせてあげます。こうやって、カシャッとね、スライドさせて、反対側も、このようにね、はい。スライドさせると。そしたら、腕ですね。ここにスライドして、はい。こうやって取り付けてあげます。で、反対側も、ここね、スライドして、はい。取り付けてあげますと。そしたら、最後ね、さっきのドローンですね。これを、ちょっとこうやって変形させてあげて、で、これアニメだとこう自分の手で持って頭にバッてね、かぶせるんですけど、それがめっちゃかっこいい。はい。でこうやって開いて、こう乗せて、で、閉じると。はい。これでブラストレイン合体状態になります。すごいね。で、さっきの単体の状態が多分ブラストっていう状態で、これ合体してブラストレインみたいな感じなのかなと思います。多分。はい。いや、何がすごいかって、このメッキがね、たくさん使われてるっていうところとか、あと、さっきのコアロボにね、2つの車両が合体して、ここまで大きいロボットになってるっていう。はい、僕のアクリルスタンドと比べるとこのくらいです。10センチ、20センチ、30センチ、頭ぐらいで30センチ、肩も含めると多分それ以上はあるんじゃないかなと思います。この肩かっこいいよね。これめちゃくちゃかっこいいね。これがね、ショルダーブラストって言って、ここからビームを発射して敵を攻撃したりとかできます。はい、こんな感じでなっております。それでは、こちらのね、メタルカードとね、合体させていきましょう。まずはこれ外してあげて、で、ここね、分割します。で、これ開いて、はい、なんと、クローになってます。はい。で、反対側も同じようにね、これ開いてあげると。で、これをこの腕の横のジョイントにこうやってね、くっつけてあげれば、はい。これで、ブラストクロー装備状態になります。いや、このクローっていうのがまたかっこいいですね。はい。このクローで、こうなんか、クロスさせて、クロスオーバーストームっていう必殺技使ったりとか、あとは、こう腕をなんかこうやって広げて、この体を、こう、めっちゃ回転させて、相手をこう切り刻んだりとか、もうできるっていう、もう超強いですね。で、あと僕が一番好きなのが、このブラストレインって、地球だと線路走ってるんですけど、元々いた惑星では、その線路っていう概念がないから、自分で光の線路を生み出して走ってたんですけど、その必殺技で光の線路をこう生み出して、その上をこのブラストレインがこうやってシューってこう移動して、相手を、炎なのかなの、このクローでブシュッってこう切り刻むっていう、ラストディスティネーションっていう必殺技があるんですけど、それがめっちゃかっこいい。名前がかっこいい。日本語訳にすると、最後の目的地とか、最後の旅行先とかになりますからね。名前めっちゃかっこいいよね。はい。って感じかな。もう何から何まで、もう、めっちゃ僕のツボにもうぶっ刺さってますね、これは。めちゃくちゃかっこいいね。これで、ブラストレイン光アンモードになります。いや、まさかね、このモードができるとは。はい。これ
本当はこっちがね、ロボットモードの表なんですけれども、裏ですね。はい。に、この目がついてるので、もうそのままこうやって、はい、取り出して、腕もこれ反転させてるので、ね、拳とかは逆になってますけど、ね、で、あと足もちょっとこう短くして、ね、やってあげるっていう。これMFMC デベロップメントさんがね、X で投稿してたやり方ですね。はい。で、ヒカリアン、いや、多分皆さん知ってると思いますけど、一応ね、はい、こちら出しますけど、はい、こんな感じの、昔日本でやってた新幹線がね、変形するロボットのアニメですね。おもちゃもたくさん発売してました。はい。これっぽいモードにできるよっていう、トランスプレイ的な、感じです。別に説明書とかには載ってないやつですね。はい。一応こういうのもできます。っていう感じで、じゃあ、メタルカードボット S のね、はい、こちら。ブルーコップトリニティと並べると、このくらいの大きさになってます。だいたい同じくらいですね。はい。そして、こちら。はい。フレームノバと並べるとこのくらい。でもなんか肩含めるとブラストレインが一番背高いのかな。めっちゃ大きいね。すごいね。はい。って感じで、これね、すべてレビューしてますので、よかったら合わせて見てみてください。それでは、韓国おもちゃの買い方動画もありますので、よかったら見てってください。どうぞ。それでは、韓国おもちゃの買い方についてね、説明していきたいと思います。まずこの Q10 っていうアプリをダウンロードします。ブラウザでもね、確かいけたんですけど、僕はアプリの方が楽なのでダウンロードしてます。で、この Q10 をこうやって開いてあげて、はい。で、この検索欄があるんですけど、はい、この検索欄で、いろいろね、日本語でこれ打てます。はい。他の韓国のおもちゃ買うサイトで、前使ってたのは僕 G マーケットっていうね、サイト使ってたんですけど、それも9点と同じ系列なんですけど、G マーケットは韓国語か英語か中国語しか使えなかったと思います。なので日本語対応してるのをね、めっちゃ嬉しいです。で、ここでこのシマース XIMERCE、はい、シマースでちょっとシマースだけで検索してみるか。はい。やると、ミニフォースも、はい、売ってますね。はい。1個5190円。とか、はい。あとは、こちらね。はい。僕レビューしました。ブラストレイン。で、ちゃんとこれ、スタルケルおすすめマークついてますから、皆さん。はい。マジブラストレインおすすめだから。はい。で、ここで買えますね。うん。で、他のね、このレックスカイザーとか、これ僕レビューしましたけど、レックスカイザーもやっぱめちゃくちゃ、これ5体セットか。嬉しいね、5体入ってんの。普通の1個だけのやつもあるね。はい。これもおすすめです。はい。スタルケルおすすめって書いてるね。で、これもね、スカイギャロップももちろんおすすめだし、あと、この今回のブラストレインフレームノバセットもあるね。はい。あと、このフレームノバのこれもありますね。はい。これもスタルケルおすすめって書いてます。はい。めっちゃおすすめなので。で、これ買いたいよってなった時にどうするかっていうと、まず皆さんクーポンを絶対ダウンロードしましょう。ゲットしましょう。この下の部分、これだね。ここにクーポンゲットってあるんですけど、これ季節とかによって変わるんだけど、とりあえず全部ねダウンロードしちゃって OK です。はい。ダウンロードしてあげて、で、そしたら、カートに入れる。はい。カートに入れます。で、オプション選択。これだね。単品。これを、はい、タップしてカートに入れましたと。じゃあ、この右上のカート見てみましょう。はい。こんな感じで商品が入りましたね。で、このまま、違う。この下のさ、クーポンしようってあるじゃないですか。もうこれ、左のやつを押して、で、今のところ、これか。はい。この 10% が最高かな。500円オフ。この500円でもさ、割り引いてくれるのありがたいですよね。これ毎回できるんで、多分、クーポンって、ね、新しいやつあれば。
でこのクーポンやってあげて、でそしたら次へ進むで、はい、進みます。そしたらお届け先とかね、入力してない人はここで多分入力することになって、で、メールアドレスもあって、で配送に関するご要望はなしで OK で、でこのね、Q ポイントっていうのがあって、毎回購入してなんかレビューとか書いたりするとなんか10ポイントとかってもらえるんですけど、これでまた値引きとかもできますね。はい。で、支払い方法いろいろあって、クレジットカード、PayPay、PayPal、銀行振込、後払い、ソフトバンクまとめて au 簡単決済、コンビニ&ATM とかいろいろあるので、好きなやつね、選んで注文を確定ってすれば、もうすでに、注文完了になります。で、これ海外から発送になるので、どんくらいだろう。まあ1週間以内で届くと思います。だいたい僕1週間以内で毎回届いてるので、早くて4日とかかな、早くて、ぐらいだと思いますので、はい。このシマースさめっちゃ早いのでね、よかったら皆さんも利用してみてください。はい。ってな感じです。ということで今回のブラストレインの動画いかがだったでしょうか。もうこれはまず機関車好きじゃない人いないでしょ。もうみんな大好きでしょ、機関車。はい。で、もう単体変形もあり、合体もあり、ね、稼働も素晴らしい。で、武器がね、こう合体する。プレイバリューありすぎます、これは。で、さらにめちゃくちゃかっこいい。で、もしアニメもね、やってますので、公式チャンネルあるから、メタルカードボットの。そこで、全部韓国語なんですけど、雰囲気で、見ればいいんでね。はい、そこで見れますので、ぜひそちらも見ていただきたい。はい。キャラクター的にもめちゃくちゃ魅力的なのでね、もう本当全部ひっくるめて最高なおもちゃだと思います。いや、もう本当、2025年の韓国おもちゃ、毎回言ってると思うけど、2025年の韓国おもちゃやばいね。もう、超傑作が出まくってます。メタルカードボット S でも今年、あれだよね、スカイギャロップ、フレームノバーで、このブラストレイン。で、まだ、フラッシュベクターと、あと、ね、ありますから、スパークビットだったかな。いろいろありますし、ね、あと、最強恐竜ミニフォースもまだ、ね、トレーラーみたいなやつも発表されたし、いろいろ発売するっていうことで、ちょっとやばいね。もうお金がね、いくらあっても足りませんわ、これは。はい。ということで、皆さんもね、よかったら、さっき紹介しました9点とかね、使って韓国おもちゃゲットしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。いいなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok、Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり、限定動画見れます。あとグッズも発売してますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。